长板长当今亚洲最火的设计师，从家具到室内再到建筑，只要他经手的东西都能立刻爆火。有趣的是，其设计往往植根于城市中废旧不起眼的东西，老仓库、厂房在他手下摇身成为网红潮店，被年轻一代疯狂追捧。いろんな人たち広く僕を好きになるような作家ではなくて、多分僕の変わったキャラクターを時に人が好んでくれるんだと思うんですけど、もともとはだから人に頼まれてその話を聞いて、ああ面白いなこの人考えてること、なんか助けられるかなっていうことでお仕事をさせてもらっていることが多くて、若手建築家が新築の住宅をたくさん作ってた時代もう建築始めてたんで、その時にあんまりそういう仕事来なかったんですよね。その代わりにリノベーション系の人たちがなぜかつながって僕と仕事をちょこちょこしてくれてたのもあって、2008年リーマンショックの最中だったと思うんですけど、お金があんまりなくて余ってしまった建物がたくさんある中で、風変わりな不動産屋さんの社長が来て、100万円で一室回収するような予算しかないんだけどなんかできないって話だって。最初に自分で解体しながら空間を整理していった時に、なんかこれ解体したまんまでもいいんじゃないの？なんかこれかっこいいじゃんとか。必死にやれること、予算の中でできることをやってたつもりなんで、引くデザインとかなんて偉そうに考えてなくて。建物とかは自分で答えを出さずに、その使い手に委ねるようになってんのは、狭山フラットがきっかけで、住人が自分で手を入れていいよっていうルールを作った。で、それの多分一番わかりやすいのがムサビだと思うんですよ。ポールシステムとかハンドリフターシステムを入れ込んで作ったのがムサビで、わざとその壁も塗らないでパテまでで終えたりっていう風に、DIY で自分たちがやっていける環境を作ったんですけど、彼らが自由に遊べる場所を作った方がいいんじゃないかなっていうのがあって作ったものですね。アイディアを自分の中から生み出すのは無理だっていうのはどっかで思っていて、観察するですよね。それを形にするっていう。ムサビのやつも、あれはパリでマルシェを見て気づくんですよ。朝、散歩してると公園、穴が開いてるんですよ。市の人がトラックで来て、そこにダーッとみんな刺して、その上にスーッと屋根をかけてくる。あっという間にそれができるんですよ。その後、マルシェの人が来て、商品を並べて状態ができて、その穴一つがあることによって、こんだけポールが簡単に立てられるようになるんだってことに気づくんです。近2年，事业如日中天、邀约不断的长板长，却将更多的精力投入到了自己生活的周边。他主动提出帮周边小店做改造，毫不在意低廉的费用。コロナになってコミュニティっていうのはやっぱり大事だよねっていうのはなったような気がするんです。自転車買って自転車で通おうかなみたいになって、ここから家まで通う間に、40分も自転車ずっと走り続けるの飽きちゃうんで、そうするとそういうところと一緒に仕事したいなみたいなことをだんだん考え始めて、よくそういうお仕事の声がかかって、なので自分が楽しめる場所ってなった時に、退勤時間がもうちょっと早まれば途中でサウナがあって、出た後に美味しいビールが飲めてご飯食べて、たどり着くのに3時間ぐらいかかってたりとか大事だなと思うのは、日常の自分を豊かにする場所、そこに少しでも関われたら、これは僕にとってハッピーでしかない。ちょっとでも社会に貢献できることがあればいいなとは思う。